どうも熱海秋発見渡辺です。今回は住みたい街ランキングでも上位常連の駿東郡長泉町からお送りしたいと思います。長泉インターチェンジからも車で約5分、高級住宅も多い閑静な住宅街の物件です。では早速行ってみましょう。 GO！ はい、今回は長泉町の閑静な高級住宅街東野に来ております。癒しの東野、私寂しいの。癒しの東野、私寂しいの。はい、ということで今回の物件はこちらです。どうぞ。鉄骨鉄筋コンクリート3階建て、グレーの外壁が重厚感と高級感を出しておりまして、このねどっしりとした佇まいが非常に素敵です。ではね、早速中行ってみましょう。門がございまして、さあこちらね、はい、玄関前も広いです。どっしりとしたこの玄関扉開けてみたいと思います。ガチャ。ただいま。はい、見てください。このね白でね統一されてね清潔感ある。もうここにねなんかこう美術品とかお花とか置いてね、玄関が華やかになる。もう入った瞬間にもう素敵な感じが伝わってくる玄関でございます。では上がってみましょう。このねちょっと正面のカーテンもね開けてみましょうか。おっ、これはナレティブポイント。はい、見てください。このねウッドデッキ、このね玄関入ってねそのままねこうウッドデッキにつながってきて、ここにねベンチもありますし、もうここでねバーベキューできるかなっていう、それぐらい広いスペースでございます。ここにね炭入れていただいて火を起こして、上にね網とか鉄板を置いていただければね BBQ バーベキューできます。ベンチもありますので、非常にね皆さんでワイワイ楽しめる、そんなねアウトドアなスペースでございます。こちらねお庭の方にもちょっと進んでいきます。見てください、この広さ。今ねちょっとね草さんたちがね、行きたい放題伸びちゃっていますけど、使い勝手のいいスペースでございますし、この近くにねゴルフ場ございます。ゴルフ好きな方とかはねアプローチの練習もねしたりできるぐらい広いスペースでございます。草をかき分けて奥も行ってみましょうか。そう、あんまり広いとね除草作業とか大変ですけども、まあこれぐらいでしたらねなんとか頑張れるかなっていう、本当家庭菜園とかやっていただいてもいいスペースでございますので、そんなところでね楽しんでいただければと思います。それでね奥進んできましたらね、ここはね日本庭園をイメージされたスペースでございます。活用方法豊富なお庭でございます。そしてねこのね物件まだまだ各所でですねアウトドアを楽しめるスペースございますので、そんなところがナベティブポイント。アウトドアスペースから戻りまして中進んでいきたいと思います。このフロアには4部屋ございまして、まずはねこちらの部屋から行ってみたいと思います。はい、ドン。ここもね見てください、ベッドルームですね。こちらねワークスペースですかね。外を眺めながらねここでねパソコンなどのねデスクワークしていただいてもいいのかなと思います。そしてね奥行っていただくとこの素敵な内観。はい、ドン。パウダースペース、もう非常に贅沢ですね。もうこうやって落ち着いてねここでもう座ってゆっくりとってねお化粧ができる。水お湯出ますので非常にね使い勝手はよろしいのかなと思います。そしてねちょっとねこちらねまず収納ね、はいはい、十分な収納でございます。そしてね反対側にも収納と収納量豊富でございます。そしてね何ですかね、この扉ちょっと開けてみたいと思います。おっと、もうこちらのベッドルーム専用の水回りでございます。まずねこちらにまた洗面ございまして、こちらにはトイレね、洋式のシャワートイレ、そして奥にはバスルーム。素敵ですね、このねタイルがね、ここでもねシャワーねって浴びていただけます。こちらにはねターボバスね、こうジェットバスみたいなのね、もうね日頃の疲れも癒してくれる。本当ねもうねこのね一部屋だけでね完結してしまう、そんなね素敵なお部屋でございます。ではね続いてこのお部屋を出て、じゃあ正面のお部屋オープン。こちらも洋室ですね。まずこちらにはね、はい、クローゼット、十分なスペースでございます。そしてねやっぱね入った時からそうですけどね、このね絨毯がね高級感をね出しますよね。もう見てください、明るい窓大きい。ほんとね先ほどのねウッドデッキにも続いておりますし、こちらのね窓からはこのね緑を眺めることができて、ね、明るさあり癒しありのそんなね洋室でございます。こちら一面にはまた収納ございます。おっと、ここはね収納かと思いきやちょっとミニキッチンついております。非常にね活用方法豊富なお部屋でございます。こちらのね広い洋室を出まして、はい、じゃあ次はねこちらの扉をオープン。はい、洋室でございます。ここはねちょっとねコンパクトな洋室でございます。はい、こちらにもね
収納ございます。ここもね、一人で使っていただくのにはちょうどいいスペースかなと思います。洋室を出まして、玄関戻りまして、今度ね、左手の方向に進んでいきたいと思います。続いてこちらの扉。はい。オープン。おっと、ここは和室でございます。いや、ここもね、この素敵な畳、障子も開けてみましょうか。さっきからね、お部屋の窓がね、大きいので、非常にね、日が入ってきて本当に気持ちがいいですね。床の間ございます。こういったところにね、掛け軸や美術品やお花置いてもらうと非常にね、和室のね、良さがまたね、ぐっとアップするかと思います。こちらにも、はい、収納、十分な収納がございます。和室のね、使い勝手もいいかなと思います。ここにもね、収納ございましたね。こちらにも収納ございます。では、お部屋出まして、ね、こちらね、上に上がる階段ございますけども、奥行きまして、下にも行く階段ございます。3階建てですので、こちらから行きましょうか。はい、トイレです。このね、いいですね。床もタイルで、そしてね、大きい一面の鏡、非常に清潔感がありながら高級感のあるトイレでございます。ではね、最後こちらの扉。はい。まず洗面スペースございます。またね、ここもね、床のね、この石を使った床と、こういったね、ところどころタイルの高級感のある洗面でございます。贅沢な作りでございます。そしてね、こちら棚ございまして、はい、こちらにはね、はい、洗濯機置き場ございます。そしてね、私気づきましたけど、ここにね、隠れてるんですけど、エアコンございます。温まった後、冬とかね、洗面脱衣所が寒いと、やっぱヒートショックとかの原因になりやすいですので、嬉しいエアコンでございます。浴室の方ね、行きましょうか。やっぱガラス張りってね、やっぱね、なんか高級ホテルのようなね、そういう高級感が出ておりまして、素敵です。そしてね、見てください。浴槽も広いです。で、あとはね、ここにもね、もうジャグジーって書いてありますので、ここもね、ジェットバスを楽しんでいただける癒しのお風呂でございます。シャワーもね、固定のシャワーと、こうね、可動のシャワー。これもね、なんかね、ホテル今最近こういった設備結構多いですけども、そのようなね、またゴールドがね、素敵な感じです。はい。では水回りの方は以上になりますので、では上の階進んでいきます。そして階段もね、広いです。いいですね。おっとっと、見てください。素敵な空間がもう奥にありますっていうこのね、ガラス張りのね、壁、開けてみたいと思いますけども、まずはこちら行ってみたいと思います。トイレでございます。1階のトイレ同様、トイレとは思えないくつろぎの空間でございます。はい。ではね、こちらの素敵なこのガラス張りの扉、開けてみたいと思います。はい、オープン。わおですね、もうね、非常にもう素敵です。リビングダイニングですね。もうどこから紹介しようかちょっと悩んじゃうぐらいですけど、まずね、じゃあこちらのね、もうダイニングキッチン。見てください、このダイニングテーブル。ここにね、もうコンロとグリルございますので、もうね、皆さん座っていただいてね、ここでね、お肉とか焼いて、どうぞっていうね、シェフとかね、呼んでも楽しめる。お客様呼びたくなりますね。そしてね、こちらね、振り向いていただくと、キッチン広いです。シンクも広い。作業台も広い。そしてね、これね、収納になっております。収納も豊富でございます。コンロもね、3つ口のコンロで非常に使いやすいですし、はい、グリルもございます。これはね、オーブンですかね。綺麗なオーブンでございます。これ食洗機もついておりますね。ミーレですね。ミーレの食洗機、非常にね、人気でございますので、そんなね、ハイスペックな設備ついております。シンクの下にも十分広い収納ついております。ここにはね、冷蔵庫置くスペースでございます。そしてこちらの扉は、パントリーですかね。いろいろなものをね、置いていただいてもいいのかなと思います。パントリーにしてはね、広すぎるぐらい。はい。でね、こちらにはね、十分なファニチャーございますので、十分ね、食器とかもね、しまっていただけるかなと思います。じゃあね、こちらね、見てください。バーカウンター。こちらではお酒をおもてなしすることもできる。そんなスペースでございます。ワインセラーもございますので、保管していただいて。お客さん、今日は私のおすすめでよろしいですか？わかりました。お待ちください。カクテル双眼鏡でございます。こんなね、こともできる素敵な空間でございます。下のね、フロアでも思いましたけども、お風呂も2つあったり、ゲストルームもね、数多くあったり、おもてなしを想定されたデザインのお家かなと思います。ではね、進んでいきます。絨毯もいいですけども、タイルのね、フロアもね、やっぱね、高級感ってすごいいいですね。そして見てください、このね、大きな窓。もう明るくてね、開放感があって、もう本当に気持ちいい空間でございます。あれ？ちょっと待ってください。おやおや？慣れきるポイント！はい、こちらね、シャッター閉まっておりますけれども、実はね、ここの物件ほとんどの窓にシャッターがついておりまして、でもね、そのシャッターがなんと自動なんです。ちょっと開けてみたいと思います。ポチッ。はい、開いております。
上がっております、上がっております。どこまで上がりますか？上がっております、上がっております。シャッターでございます。自動はね、ほんと楽ですよね。雨戸とかね、もうね、結構大変なんですよね、こうやってね、開けるの。でもね、ボタン一つでね、こうね、調整してね、こうルーバーのね、角度も変えられるので、明るさも調整できますので、非常に便利です。おっと、見てください。シャッター開きましたら、富士山。今日はね、富士山がね、いい表情してますね。自動でスムーズに開くシャッター、そして奥に見える富士山。まさしくナベティブポイント。じゃあね、また次行ってみたいと思います。はい、先ほどね、このおもてなしダイニングテーブルの横にもね、大きな窓ございまして、外に出ることができます。はい、非常にね、広いベランダでございます。ダイニングテーブルで料理してもらったものをね、ここでね、食べてもね、非常にね、気持ちがいいかと思います。これだけのね、スペースがあれば、テーブル椅子十分置けますし、このね、お庭も眺めることができます。外水栓もございますのでね、便利です。はい、続いてね、上の階に行きたいと思います。扉でございます。オープン。はい、ドン、見てください。一番最初のね、ナベティブポイント、アウトドアを楽しめる各種、その最後の空間でございます。360度パノラマビューね。まずはね、こちらがね、富士山。続いてね、箱根の山々、山あたりを越えると熱海でございます。長泉町三島沼津の市街地が見えまして、奥には駿河湾が見えておりますね。そしてこのね、この駿河平、緑の木々がまた見えまして、なんかもう観光スポットになってもいいんじゃないかぐらいのもうちょっとした展望台ぐらい景色が素晴らしいです。はい、以上長泉の天気は晴れでした。はい、ではね、戻ってきました。ではね、入り口の階の下に進んでいきます。はい、こちらの階段を降りていきます。こちら右手に進んでいきます。はい、そうすると外につながるような扉がございます。お、これはナベティブポイント。はい、ドン、シャッター付きインナーガレージです。車もね、1、2、3台止められるスペースでございます。入り口のね、高さがね、私168センチでございます。ですので、あまりね、車高の高い車は入れないですけども、セダンであったり、スポーツカーであったり、そういった車でしたらね、インナーガレージの方に止めることできますし、あとね、ちょっとね、背の高い車でしたらね、ここのスペースにもね、止めることできますので、全部でね、1、2、3、一応4台止められるスペースがございます。雨が降った時もね、こちらでね、雨に濡れないままお家の中に入ることできます。インナーガレージ、私もめっちゃ欲しい、そんなところがナベティブポイント。そしてね、ちょっとね、私気づいちゃったんですけど、このね、全点灯していただくと全部つきますし、どっかの部屋電気消し忘れちゃったかななんていう時はね、このね、消灯をしていただければ全部のお部屋電気消せるので、非常にね、便利でございます。先ほどのね、階段降りてきたね、左こちらの扉、こちらも入ってみたいと思います。はい、こちらのお部屋はね、趣味のお部屋として使っていただけるのかなと、 DIY とかもしていただけるような、そんなね、スペースでございます。図工室にね、こんなございませんでした？先ほどのね、駐車場を通して玄関下の階はね、なんか男の趣味部屋じゃないですけども、秘密基地的要素がある、そんなスペースでございます。はい、どうだったでしょうか。今回の物件、長泉インターチェンジから車で約5分、東京からのアクセスもよし、人気の長泉の物件です。建物もおもてなしをしたくなるような豪華な設備、そしてこの360度パノラマビュー、富士山もね見えますし、立地、景色、設備よしの3拍子揃った非常に素晴らしい物件でございます。ぜひ皆さんご検討していただければと思います。そして空き家の所有者様、私の空き家も YouTube で紹介してほしいとかですね、空き家があるけどどう活用したらいいのかわからない、そんなね空き家の所有者様おりましたら、概要欄にございますナベティブライフにお問い合わせしてください。はい、そして今回の物件、売買と賃貸の2つのプランがございます。ではまずは売買の金額を発表したいと思います。よろしいでしょうか。6980万円。パチ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 。そして賃貸は月額賃料26万円。非常にね、買ってもよし借りてもよし、ね、どちらでもねよろしいかと思いますので、まずはぜひ皆さんご検討していただければと思います。あとは、チャンネル登録といいね、あとはその他の紹介動画もございますので、ぜひ他の紹介動画も見てください。では最後いつもので締めたいと思います。皆さんよろしいでしょうか。熱海の A を作っていただいて A 空き家発見、ありがとうございました。